ハエの飛行特性と捕まえるテクニック。イントロダクション。ハエは私たちの周囲に日常的に存在する小さな昆虫です。その飛行能力は非常に高く、その行動パターンも複雑で興味深いものです。しかし、その一方でハエは病原体を運搬する可能性があり、その存在は時として我々にとって厄介な問題となります。特に、食品や生活環境への影響は無視できません。そこで今回は、ハエの飛行特性について深く探り、さらにはハエを効果的に捕まえるテクニックについても解説します。ハエの飛行特性。ハエはなんであんなに素早く飛べるのだ？それはハエの体の構造と、特に羽の形状と動きによるものなの。ハエの羽は非常に軽くて、高速で羽ばたくことが可能なの。それによって、ハエは素早く方向転換したり、急停止したりすることができるの。さらに、ハエの羽は複雑な動きをするから、風向きや気温、湿度などの外部環境の変化にも素早く対応できるようになっているの。ハエを捕まえるテクニック。ハエを捕まえるのは難しいのだ。何か良い方法はないのだ？確かにハエを捕まえるのは難しいけど、一つのテクニックとしては、ハエが飛び立つ時にはほとんどが上方向に飛ぶことを利用するという方法があるの。ハエが止まっている場所の上からゆっくりとハエ取りを下ろすと、ハエは上に飛び立つ反射的な動きをするから、そのままハエ取りで捕まえられることが多いの。それから、ハエ取りにはハエが好む匂いをつけると、より効果的にハエを引き寄せることができるのよ。ハエの行動パターン。なるほど。上からハエ取りを下ろすのだな。でも、なんでハエは人間が嫌いなところにばっかり来るのだ？それはハエが病原体を運搬する能力が関係しているからなの。ハエは腐敗した食品や排泄物などから病原体を運ぶことができるの。だから人間が嫌がるような場所にハエが集まるの。それからハエは人間の食事や生活環境に対する高い適応性を持っているから人間の近くに現れることが多いのよ。まとめ。ハエは、その驚くべき飛行特性から病原体の運搬能力まで、多くの特徴を持つ昆虫です。その存在は我々にとって不快であり、それを効果的に管理する方法を知ることは重要です。上からハエ取りを下ろすという簡単なテクニックを覚えるだけで、ハエの存在を少しでも減らすことができます。そして、ハエによる食品や生活環境への影響を、最小限に抑えることが可能になります。私たちは、ハエとの共存を余儀なくされていますが、その振る舞いを理解し、適切な対策を講じることで、その影響を最小限に抑えることができます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。